世界一面白いアクション RPG 制作実況。今回も神ゲー目指してゲーム作っていきたいと思います。皆さんお待たせしました。今回はですね、お待ちかね魔法の実装をやっていきたいと思います。で、結構ね、久しぶりの進捗動画になりますね。ちょっとラストオブアス2がね、面白すぎて、制作の方がね、ちょっとストップしてたんですけれども、今回からね、また再開していきたいと思います。魔法の実装の前にね、見た目が結構いろいろ変わってますよね。例のごとく有料のアセットをいくつか購入したんで、そちらを共有しておきたいと思います。まずキャラクターを新しく1体購入しました。ザ・女騎士っていう感じの見た目ですね。これ値段がね2000円切ってて1700円ぐらいで買えたモデルなんですけど、なかなかねクオリティ高くてかなりお気に入りですね。使用させている武器に関しては上級騎士と全く同じものになりますね。攻撃アニメーションとかも完全に共有のものを使っていますね。操作感もね全く一緒なんで、単純にスキンがね女性バージョンに変わったっていう感じですね。で続きまして背景のねマップですね。こちらがね1万円ぐらいしたマップなんですけれども、これもねめちゃくちゃクオリティ高くて、こういうなんか土煙がね舞ってたりとかで、結構マップ自体も入り組んでてね、これそのままダンジョンとして使えそうな感じになってますね。あとはこういう樽だったり宝箱みたいな、小物もね入っているっていう感じになります。新しく買ったアセットはだいたいこんな感じですね。今回作っていくね魔法について、概念的なものをねまず共有していきたいと思います。まず魔法のシステムについては、いわゆる MP 制というものを導入することになるとは思うんですけれども、あんまり複雑な MP の管理っていうのが個人的にはあまり好きではなくて、例えばダークソウル3で、戦技と FP っていうねシステムがありましたね。あとそれを回復するための青エストっていうねシステムがあったんですけれども、あれもね結構個人的には複雑かなと思っていて、例えば、残りのね FP ゲージの残量を見て今戦技打てるのかなっていう、それが一目で判断つきにくいっていう悪い点があったかなと思います。なので基本的にこのゲームではかなり MP の管理は簡略化しようと考えております。それを実現するための方法として、全キャラクター共通で自身の最大 MP 値を3に固定しようと考えています。つまり消費 MP が1の魔法があったとすれば、その魔法は3回まで打てるっていう感じになりますね。なので戦闘中とかに、さっき2回魔法を打ったから、じゃあ残りラスト1回だけ魔法を打てるなみたいな感じで、すごく単純に魔法の MP 管理っていうのができるようになるっていう形ですね。もちろん複雑なリソース管理が楽しいんだよなっていうプレイヤーのね方がいらっしゃるのも理解してはいるんですけれども、個人的には、魔力のね残量がどれくらいあるかっていうのが考えもせずにね感覚的に分かることによって、よりキャラクターとのねリンク感が強まるというか、没入感が上がっていって、それをね面白さにつなげていくことができるんじゃないかなと思うので、今回のゲームではそういうね、方針で作っていってみたいと思います。それでは今日作っていく魔法なんですけど、先ほどねバイキングが使ってきたやつですね。これですね。開発名称がフォースで、効果的には相手の体勢を崩してね後ろに吹っ飛ばすっていうような魔法になってます。名前に関してはねもう完全にダークソウルとかスターウォーズに影響を受けてつけてますね。ただ他にねいい名前があれば別の名前にねしたいなと思ってるんで、良さげな名前思いついた方いたらねコメントしてくれるとありがたいです。それではねフォースについて詳しく掘り下げていきたいと思います。まずこちらがですね、今回使用しているフォースのアニメーションですね。モーション自体はね、こちらフランク RPG のシールドスキルっていうね、本来左手の盾をね前方に投げるアニメーションなんですけれども、それをね流用してフォースを作っております。でエフェクトとかね音とかも全て有料のアセットですね。こんな感じで左手にね、エネルギーを収束させてバーンと放つっていう感じになっております。で基本的に消費 MP は1で考えていますね。
つまり戦闘中に連続で3回まで使用できるっていうことですね。ちなみになんですけど、MP は敵を倒すとね、必ず1回復するっていうような仕様にしようと思っています。では戦闘中にね、そのフォースを一体どういう風に使っていくのかっていう話なんですが、基本的に MP を1消費して出す技なので、何も考えずにそのままぶっ放してもそこそこ強いです。広範囲にね、両手武器1発分ぐらいのダメージを出すんで、こんな感じで適当に打ってもそこそこ使える技ですね。ただし使いどころをね見極めればより有効にね使っていくことができるようになってます。例えば回避アクション、回避のモーション中の相手にフォースを重ねることができれば、敵をね大きく後ろに吹っ飛ばしてダウンさせるっていうことが可能になってます。なので、相手がね回避しそうなタイミングに、フォースをね入れ込んでおくと、こんな感じでね、今横ステップ中の相手に当たったんですけど、吹っ飛ばしてねダウンを取るっていうことができるようになりますと。あとは盾をひっぺがす効果もあるんで、アンチガードアクションとしても有効ですね。とか言ってる間にバイキングさんがめっちゃくちゃかっけえコンボやってますね。ってことでガード中の相手だったり回避アクション中の相手に当てると結構効果的ですっていう感じですね。やっぱり一番ベストなのは回避中の相手に当ててダウンを奪うことですかね。対ガードとしては基本的にタックルでもねガード崩し可能なので、MP もね消費しちゃうということを考えると、やっぱりガードに関してはねタックルの方が優秀かなと思います。基本的に回避しそうなタイミングで打っていくっていう感じですかね。では最後にですね、操作方法に関しても大きな変更を加えたので共有しておきたいと思います。今回新たに実装した魔法フォースは L1 プラス R1 で発生するように変更しました。MP を1消費して発生させる、そこそこの大技なので2ボタンでアクションするっていう形にしてみました。でこの入力方法って実はね、前から僕の動画見てくれてる方は分かると思うんですけど、昔はね武器チェンジ攻撃がこのコマンドだったんですね。じゃあその漢字のね武器チェンジ攻撃はどういう入力に変わったのかというと、これはね四角を押しながら R1 ですね。このコマンドが、新しい武器チェンジ攻撃になりましたね。でさっきね戦闘の途中で対比して話したフォースとタックルについてなんですけれども、この2つがね実は、操作っていう面からおいても表と裏みたいな関係性になっていて、フォースが L1 プラス R1 で出すのに対してタックルは L1 プラス R2 で発生しますと。でこの2つがいわゆる特殊技、開発名称的にはアーツって呼んでるんですけれども、フォースの方が魔力的なねアプローチで特殊なアクションを行ってるんでマジカルアーツですね。でタックルの方は体術的なアプローチで特殊なアクションを行っているんでフィジカルアーツっていう風に呼んでいます。このマジカル、フィジカルともにこれからねどんどん新しい技を追加していこうと考えているんですけれども、もしねその技がどんどん増えていった場合ね、入力内訳に関しては通常攻撃と同じようにね R スティックの入力ですね、上下左右で打ち分けていくっていう形にしていこうかなと考えております。いかがだったでしょうか。今回は魔法マジカルアーツですねとして新しくフォースっていうね技アーツを実装しました。これからもね世界一面白いアクション RPG を目指してどんどんねゲーム開発していくので、もしね応援してくださるっていう方はぜひチャンネル登録とか、あとはね友達や、ゲーム仲間とかにね僕のことを共有していただけるとめちゃくちゃありがたいです。あと Twitter とかもやってるのでできればフォローお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。